アサド政権崩壊から1年を経た中東シリアで、少数派が抱えていた不安は最悪の形で現実になりました。2025年3月のアラウィ派に続き、7月にはドゥールズ派も。周辺国や大国による主導権争いも絡み、モザイク国家は岐路に立っています。後編では少数派の目線から報告します。こんにちは、ジャーナリストの村山祐介です。私は今、ダマスカスのジャラマナというエリアにいまして、これからこのバスで、南部のスウェーダンに向かいます。スウェーダンはですね、この7月に、大規模な、軍事衝突がありまして、その現場に行って、何が起きたのか、取材してこようと思っています。スウェーデンに近づくにつれて無人の集落ばかりになりました。というかほとんどの建物にすすけた跡があります。この正面もそうです。2階建ての、2階部分が黒くすすけています。スウェーデンの中心部に入ってきました。7月の、戦闘の時に燃えた車だそうです。家族を失った、人たちに会いに行きます。中心部に住むアマルさんとパテンさんは兄弟だったそれぞれの夫と息子2人の計6人を裏庭で射殺されました。衝突が始まって1週間となる2025年7月19日午前11時ごろ、アマルさんとパテンさんの家族は集まって身を潜めていました。赤いバンダナをした兵士らさまざまな軍装をした6人が押し入り、男性だけ6人が裏庭に連れ出されたといいます。وهو تمام عشائر حاول زوجي يمسك واحد منهم من الخلف هيك انه ترك الاولاد ما لهم علاقه هدول الاطفال يس بالباب بكعب البارود لحظات كانوا كلهم بالارض اتجاهه هسه بتشوفوه بالفيديو كان اتجاهه لهم هيك راسه لبعض。そしてこの場所に駆けつけたいとこが撮影した動画を見せてくれました。حتى لما صوروا حتى لما قتلوا أولادنا قبل ما يفلوا صوروا قالوا هدول خنازير الدروز。別の母親はインタビューを途中で中断せざるを得ないほど泣き続けていました。自宅に残った20歳の息子と7月19日から連絡が取れなくなりました。その後ネット上で息子の頭部の写真が見つかり、自宅の隣の家で見つかっていた首のない焼死体が胴体であることが分かりました。بعدين بنعرف انه اللي شالها جثة ابني. بعدين شفنا على الفيس كيف قاطعين له راسه، كيف حاطين جثتي، شو عاملين، حاطين له ايديه لورا، معناتها قاطعين له راسه وهو طيب. 郊外の避難所には周辺の集落を逃れたおよそ1000人が今も身を寄せていました。この女性の村も襲われ、下半身が不自由で逃げられなかった夫と2ヶ月間自宅にとどまりました。So about 30 people, 30 armed people. كل ما يجوا يبلشوا يقطعوا هون تجوز بعدكم هون لا كل يومين كل ثلاثة بدهم أولادي بدهم نسوانهم لنذبحهم لنذبحهم والله قدامك هون. خنازير ما يخلونا. والأمن العام من حكومة الجليلي فهد بس فاتوا والغا قتلوا بيي. When they came to Walgha, they killed his father. قوسوا بيي لأنه رجل دين. حرقوا لنا بيوتنا. They burned the houses. 国連人道問題調整事務所によると、一連の衝突で約18万7000人が家に戻れていません。
発端は南部スウェーダを中心とするイスラム教少数派で暫定政権と距離を置いてきたドゥールズ派とスンニ派の遊牧民ベドウィンとの衝突でした。7月13日に暫定政権の軍や治安部隊が介入してドゥールズ派との大規模衝突に発展しました。ドゥールズ派の方を掲げるイスラエルがダマスカスを空爆するなど地域全体に緊張が広がり、アメリカの仲介でシリアとイスラエルの両首脳が19日に停戦に合意しました。シャラー暫定大統領は17日、テレビ演説でこう表明しました。وختاما فإننا حريصون على محاسبة من تجاوز وأساء لأهلنا الدروز فهم في حماية الدولة ومسؤوليتها。ただ、その後も捜査状況は明らかになっておらず、最終的な犠牲者の規模もはっきりしていません。8月時点では在英 NGO シリア人権監視団は犠牲者は1653人。国連人権高等弁務官事務所の専門家は死者1000人、行方不明者763人としていました。しかし、遺体の多くが搬送されたスウェーダ国立病院内の警察署の所長は、まだ3000人以上の行方不明者の消息が分かっていないと証言しました。و22 شهيد 1422 martyrs. هي اسماء الشهداء موثقة عندنا. اوكي عندنا قرى 36 قرية بمحافظة السويداء محتلة، يعني هلا هاي المجموعات الإرهابية لساتها موجودة فيها. عندنا مفقودين مسجلين بقوائم مفقودة أكثر من 3000 شهيد. يعني نحن ما بنعرف هلا مصيرهم شو، يعني سبب الوفاة إطلاق نار، قطع رقبي، ذبح، جسم متفجر، يعني شظايا متفجرة، يعني قتل ميداني، إطلاق النار على الأبرياء بدون أي ذنب. في عندك تقريبا حوالي 113 حالة اغتصاب كانت عندهم. المغتصبات يعني مقتولين، يعني هن منزوعين بالثياب بدي يفسر له اياه بس خليه هو يستوعبها انه هن افتعلوا هي النساء لانه في عندي ماده منويه كانت موجوده واضحه. اوكي 殺害の記録を集める地元弁護士や医師らによる調査委員会の委員長は、犠牲者の規模についてこう語ります。بس التوقع هو فوق ال 5000。この衝突を機に、もともと暫定政権に懐疑的だったシリアのドルーズ派の世論は、イスラエルを後ろ盾にした独立へと傾きました。هلا قبل 13 تموز كنا نفكر بسوريا واحدة موحدة. بعد 13 تموز After the 13th of July, عرفنا على انه نحن بمحيط بده يقتلنا. we know that the surrounding is going to kill us. لولا تدخل إسرائيل كانت الإبادة كاملة للطائفة. مو مجربين، وحتى الانفصال مو مجرب، هي خطوة كثير صعبة، بس إذا بتحقق لنا الأمان ما عندنا مشكلة. نحن كسوريين دائما كنا ضد الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية، فلسطين، القتل، الذبح. بما أنه وصلنا لمرحلة صار في قتل عنا هون ضمن السويداء وصار في سبي، ودخلت إسرائيل بوقت يمكن حسينا أنه هو المنقذ كان لنا。アサド政権崩壊から1年のシリアを描いた前編と後編ご覧になってくださってありがとうございます。全体の背景を解説したいと思います。シリアはさまざまな宗派や民族が混在するモザイク国家というふうに言われていまして、15年近くに及んだ内戦もそのモザイクに関わりを持つ形で周辺国とか大国が主導権争いをする舞台にもなっていました。倒れたアサド政権、イスラム教少数派のアラウィ派を土台としていまして、でイランとロシアが軍事支援をしてきました。でそのアサド政権を倒したのがトルコの支援を受けてシリアの人口の7割を占める多数派のイスラム教スンニ派のアフマド・シャラー氏が率いる過激派組織でした。でこのシャラー氏、国際テロ組織アルカイダの出身だということと、彼が率いた組織の元構成員が外国人戦闘員をはじめとしてイスラム過激思想の持ち主が多いということもありまして、異教徒あるいは異端だということで迫害や憎悪の対象になったりとか、あるいはアサド政権時代の報復ということで暴力にさらされるんじゃないかということで少数派の人たちが不安を持って新しい政権がスタートした経緯があります。不安が現実になってしまったのはですね、2025年3月アラウィ派の多い西部タルトゥースとかラタキアというエリアで起きた軍事衝突で、国連のシリア独立調査委員会によるとおよそ1400人が犠牲になったと言われています。
シリア人権監視団によると、この1年間で民間人8835人が犠牲になったといいます。トルコが影響力を強めるような状態になっていまして、それに対抗する形でイスラエルも介入を強めています。政権崩壊直後からですね、各地を空爆したりとか、占領をしているゴラン高原から軍をさらに進軍させたりとか、ダマスカス以南を非武装化するというような要求を暫定政権に突きつけてきています。北東部にクルド人が多い地域がありまして、でアメリカが支援するクルド人主体の武装勢力シリア民主軍が、去年の3月に一旦暫定政権の傘下に入るという合意が結ばれた後、交渉が停滞をして2026年1月に衝突が再燃して死者が出るような事態になってですね、でその後また合意ということにはなったんですけれども、まだ先行きはどうなるかわからないというような状態が続いていると。で、東部には過激派組織イスラム国の残党もいて、掃討作戦が続いています。シリアを構成するモザイクとモザイクの間がですね、どんどん広がっているというような印象を私は受けています。で、多数派の希望をつなぎ止めて、で少数派への暴力を制止していくという中で、日本を含めた国際社会が監視と関与をしていく必要があるんじゃないかと私は思っています。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録、そしてこうした取材発信を応援してくださるお気持ちのある方はメンバーシップをぜひご検討いただければと思います。それではまた現場に行ってきます。